今日も読み聞かせをしましょう。春を待つつぼみ。3月の初め、まだ空気は少し冷たいけれど、風の匂いがどこか違います。冬のキリッとした匂いの中に、ほんの少しだけ暖かい匂いが混じっているのです。さきはその匂いを探すのが好きでした。公園の桜の木の下に座って小さなつぼみを見上げます。まだかな？桜は黙って立っています。つぼみは硬く、まだ開く気はなさそうです。さきには一つ内緒の気持ちがありました。それは友達のミオが3月の終わりに引っ越してしまうこと。別に寂しくないよ。ミオはそう言います。でも、サキは知っています。ミオは悲しい時ほどニコニコするのです。ある日の夕方、公園で二人は並んで座りました。風が吹いてつぼみが少し揺れます。ねえ、さき。なに？私、新しいところでちゃんとやれるかな？さきはすぐに答えられませんでした。だって、自分だって4月からクラスが変わるのです。新しい先生、新しい友達、怖くないわけがありません。その時、ポトン、小さな音がしました。足元に一つのつぼみが落ちていました。え？まだ開いていないつぼみ。でも、よく見ると、少しだけ先が薄いピンクに染まっていました。もう少しなんだ。ミオがつぶやきます。サキはそのつぼみをそっと手のひらに乗せました。暖かい。まだ咲かない。でも、ちゃんと準備している。咲く前ってどんな気持ちかな？サキが聞くと、ミオは少し考えて言いました。怖いけど、でも楽しみもある気がする。それはきっと二人の気持ちと同じでした。日が少しずつ長くなっていきます。3月の真ん中、ある朝、公園の桜に一つだけ花が咲きました。本当に一つだけ。サキは走ってミオを呼びました。咲くのってこんな感じなんだね。ミオはうなずきます。いきなりじゃないんだね。ちゃんと準備して少しずつなんだ。3月の最後の日、二人は桜の木の下でもう一度並びました。花はたくさん開いています。さよならじゃなくて
ミオが言います。またねにしよう。サキはうなずきました。つぼみは開くとき、少し痛いのかもしれません。でも、それは、なくなるためじゃなくて、新しくなるため。その夜、サキは窓の外を見ました。昼よりも、ほんの少しだけ、春の匂いが強くなっています。つぼみは慌てません。咲く時が来るまで、ちゃんと自分の時間で準備をします。私も大丈夫。サキは目を閉じました。別れも出会いも全部春の準備。優しい風がそっと吹きました。明日もきっと少しだけ暖かくなります。おしまい。